やっとね F35A のね製作の方に取り掛かろうと思います。今回ね一番時間かかったのがねこちらなんですよね。でこれエッチングパーツのねセットになるんですけど、全部でねエッチングパーツが4枚ついてくるんですよ。でその他にもねあらかじめカットされてるマスキングテープだったりとかもついてるんですけど、これをね単品で例えばこれだけだったりとかすると日本の国内にね在庫があるみたいなんですけど、これをね全部セットでっていうやつはね在庫がなかったんですよね。なのでこれをね注文して届くまでにねかなり時間がかかりました。であとですね、今回はねこちらのレジンキャスト製のエキゾーストノズルに入れ替えていきたいと思っています。これね F35A 本体の方にフィギュアがついてないんですよね。で今回ねこれを用意したんですよ。これトリーファクトリーさんの32分の1サイズの、米軍のパイロットのフィギュアになるんですけど、これをねうまくねちょっとポージングを変えたりとかして乗っけていきたいと思います。でこの箱絵だったりとか中に入ってるね説明書だけだとちょっと情報量として不足してますので、今回はねちょっと書籍を用意してみました。でこの中にねある程度ちょっと詳細なデータだったりとかも参考になるものがありますので、わからない箇所だったりとかはねなるべくね実機に近い状態で仕上げていきたいと思っています。それでは早速箱出しから始めましょう。まずねこちらの製品はイタリー製となり、スケールがね32分の1ですので完成時はね見応えのある大きな作品となります。ではね中身の部品を確認していきます。パーツ点数自体はねそんなに多いイメージはないんですけど、一つ一つの部品がねなんせ大きいですね。でねインストマニュアルは基本的には英語表記となります。図がとてもよく描かれているので日本語表記されていなくてもね完成までたどり着けると思いますよ。でタミヤ模型が販売しているこちらの製品に関してはタミヤカラーの換算表がついているので塗装する際にねとてもいい資料になると思います。オプションでね買い揃えた部品の方も中身を確認していきましょう。エデュワールド製のエッチングパーツセットなんですけど、もともとねキットの中にエッチングパーツが含まれているので実はそんなに追加してもね組み込む箇所が少ないんですよね。しかもね組み込んだところでなんか見た目がすごく変わるわけでもないので、実際これを追加するかはね自己満足のような気がしますよね。排気ノズルはねこのレスキットの部品に置き換えていきたいと思います。でこちらねレジンキャスト製になるので取り扱いがちょっと難しいんですけど、見た目ねかなり造形が細かく再現されているので取り付けるとすごいリアルな作品に仕上がると思いますよ。トリーファクトリーの32分の1パイロットフィギュアになります。こちらもねレジンキャスト製になるのでちょっとね取り扱いが難しいんですけど、これねもともとちょっと何の機体用に作られていたのかがわからないんですが、これ F35 に乗せるためにはねちょっとポージング変えたりとかしないとうまく乗せることができないかもしれないですね。であとフィギュアはね米海軍のパイロットを再現しているんですが、実際ね今使っているこの F35 はね空軍機体になるのでそもそも設定がおかしいんですが、そこはねちょっと目をつぶることにしましょう。ではね製作の方を始めていきたいと思います。まずはねこのオプションのエッジングパーツに下地塗装をしていきます。続けてコックピット周りをサクサク組み立てていきます。エッジングパーツを取り付ける際にこちらの赤い色で塗られたところに関しては不要な部品になりますので、これからね削り落としていきたいと思います。
ちょっとね大きく削りすぎてしまったところがあるので、今からねプラ材を使って復元していきたいと思います。シート周りはね指定の色を塗ってしまう前に、こちらのエッチングパーツの方を取り付けていきます。コックピット周りの製作の方が終わりました。これからね、塗装前にエボブラックを使って下地を黒で塗装していきます。XF24 のダークグレーを使ってシートの塗装をします。コックピットはフラットガルグレーという色で塗るんですが、こちらが缶スプレーの用意しかできませんでしたので、今からねこの缶スプレーをエアーブラシの方に移し替えて塗装を行います。ではコックピット周りのね細かい塗装とか部品を取り付けていきます。コックピットの方がね完成しました。やっぱりねカラーエッチングパーツ使ってるので、かなりねディテールが細かいですよね。こんなねなんかレバーをくっつけたりとかね、スイッチ類だったりとかもね結構凝ってますよね。はい、完成が楽しみです。それでは次はね、ウェポンベイの製作を始めていきたいと思います。基本的な組み立ては終わりましたので、これからタミヤのホワイトサフェーサーで塗装をしていきます。取説には一応全てねフラットホワイトで塗装しろという指示になってるんですが、でこの中身をですね、例えばねこの中の配管だったりとかを違う色で塗装したりとかね、何か追加で加工したりとかする場合には、こういったね付属の部品とかは塗装した後でね取り付けた方が作業がしやすいと思います。ダクトの塗装を塗り分けしたいので AS28 番のミディアムグレーで一旦塗装をしていきます。ここから中の配線や配管を色分けして再現していきたいと思います。このウェポンベイの資料はねちょっと探してもなかなか出てこないんですよね。なのでもうこの辺のね色分けは結構当てずっぽでやることにしてます。
いや、この機体本当大きいですよね。でね、とりあえず見た感じ修正が必要な箇所はないとは思うんですけど、ちょっとね、表面に小傷が結構あるので、今からね、600番のスポンジヤスリを使って、表面の傷をね、取り除いていきたいと思います。本体のね、修正の方が終わりましたので、これからね、機体を組み立てる前に、この辺のなんかこのアクセサリー的なね、補給類を取り付けていきたいと思います。この部品、キャノピーを支えてる部品なんですけど、これね、後で中で外れちゃうと大変なことになるので、プラリペアを使って固定していきたいと思います。もうね、これ使っちゃえばね、間違いなくしっかり止まりますので、これで確実に接着をしていきましょう。はい、ではね、コックピットの方を取り付けていきたいと思います。ついでにね、コックピットもプラリペアで接着しました。はい、ではね、これからボンベイを取り付けていきます。これもね、後で外れちゃうと大変なので、プラリペアの方を使って接着します。エンジン周りの製作の時にはこちらのねオプション部品の方を組み込んでいきます。まずはですね、こちらのオプション部品の方のカット作業がありますので、まず切り取りの方から始めましょう。はい、社外品のノズルと、こちらがもともとね、キットに含まれていたノズルですね。でね、やっぱよく見ると全然やっぱ違いますよね。モールドがだいぶ細かく入ってます。内側もね、ご覧いただけている通り、かなりね、細かく入ってるんですよね。で、に対してこちら結構ね、簡素化されてます。では早速ね、エアインテークとエンジン周りの組み立てを行いましょう。はい、では内側はね、フラットホワイトで塗装する指示になってますので、タミヤのね、サフェーサーの白を塗装していきます。はい、それでは次はね、エンジンの部品をサーフェーサーエボブラックで下地塗装をしていきます。はい、じゃあ次はエンジンをね、それぞれこの配色で塗装していきます。ノズルに関してはシルバーですね。で、あとこのエンジン本体に関してはミディアムグレー。で、この先端の部分だけね、フラットブラックで仕上げていきます。塗装の作業の方が終わりましたので、これからね、組み立ての方を行います。この部品はね、プラ製品になるので、通常のね、タミヤセメントとかが使えるんですが、こちらのね、製品はレジンキャスト製になりますので、接着はね、エポキシ接着剤を使って接着の方を進めていきます。
エンジンのユニットが出来上がりましたので、このままね機体の方に収めていきたいと思います。ランディングギアのね格納庫とかを今からね機体に取り付けていきたいと思います。続いてランディングギア本体の製作を続けていきます。いよいよね機体の貼り合わせ作業を行っていきたいと思います。で次にですね、いよいよ主翼の方を取り付けていきたいと思います。貼り合わせた機体のねあちらこちらに隙間ができてしまっているので、今からねラッカーパテを使って隙間を埋めていこうと思います。ではね、ついに主翼の方を取り付けます。尾翼の取り付けも行います。いや、だいぶね、形になってきましたね。いや、これ相当大きいですよ、このサイズは。主翼のところの付け根なんですけど、実機のね、写真を見ると、ここはね、こんなに大きい隙間空いてないんですよね。で、見る限り、ここの部分っていうのはもう完全にフラットになってるので、今からね、この隙間を埋める作業をします。合わせ目消しの方がね全部終わったんですけど、この辺とかね、この辺とかのモールドが一緒に落っこっちゃったんですよね。この辺のねモールドがね一緒に消失してしまったので、これからねこれの復元作業の方をやります。一応ねモールドがこのように復活してます。であとは完全に乾きましたらこれをね平らに調整しまして完成となります。続けて垂直尾翼の製作ですね。
この部分ねちょっと接着剤がはみ出しちゃったんですけど、こういう場合はねあまりやたらにもういじらない方がいいですね。これ乾いてから磨いたりとかすると綺麗に落ちますので、このままそっとしておきましょう。次はね下地塗装をしますので、必要なところにね養生をしていきます。これねちょっと気づかなかったんですけど、裏面のねこの部分かなり隙間が大きいんですよね。でこれちょっとね下地塗装する前に隙間を埋めていきたいと思います。これ考えたらランディングギアは後でつけた方が良かったかもしれないですね。本体はね塗装の面積が広いので、これからねプラクリーナープラスを使って表面のね油分を落としていきたいと思います。下地塗装はタミヤのファインサーフェイサープライマーのグレーを使っていきます。機体のね基本色はまず最初に AS28 のミディアムグレーで、これ缶スプレーでね塗装していくんですけど、この後ねマスキングをしてもう一度ね次の基本塗装をしていくんですが、これねほとんど見えなくなっちゃう部分なんですよね。AS28 での塗装が完了してます。でこの後にですねこの複雑な位置の部分にこのマスキングを施していくんですけど、でこれ後ろもね、この辺のこのハッチとかが開け閉めできるところの縁の部分とかをねマスキングして、先ほどのねこの AS28 番の色を残した上で、その上からねこちらの AS27 ガンシップグレイ2ってやつですね、こちらの方を塗装していきます。で結構ねこのマスキングの作業がねなかなか大変な作業なんですよね。でキットの方にねこのマスキングシートが付属していましたので、こちらの方もね合わせて使っていきながらマスキングの作業を進めていきます。はい、機体のね上の部分のマスキングが終わりました。いやー大変な作業でしたね。でこれねまだねこの裏側が残ってるんで、もう少し頑張ってみたいと思います。
はい、マスキングの作業の方が全て終わりました。で、これから2番目のね、塗装をかけていくんですけど、このね、ランディングギアのね、一部内側の部分だったりとかがね、フラットホワイトの塗装になりますので、一旦ね、こちら側を塗装をかけていきたいと思います。では次のね、基本塗装色となる AS27 番ガンシップグレイ2を塗装していきます。で、こちらはね、一回缶スプレーからエアーブラシの方にね、取り出して塗装していきたいと思います。はい、車輪のこの外側のタイヤ部分ですね、こちらを、これからですね、このラバーブラックで塗装するんですけど、このね、ラバーブラックを塗装する前に、この真ん中のホイールの部分だけね、マスキングをかけていきます。今回ね、オプション部品のセットの中にね、入っていました、マスキングのね、シートを使っていきます。これね、すっごいね、見づらいんですけど、よく見るとね、なんか切り取り線が入ってるんですよ。ここがそうなんですけど、これですね。これがタイヤの部分ですね。で、これをこのホイールの上にこのようにして貼り付けていきます。はい、こんな具合ですね。で、裏側はね、ここにちょっと盛り上がってる部分があるので、もうね、どうしても隙間がこう出来上がってきちゃう可能性があるんですね。なので、この余白の部分が用意されているので、この余分な部分を使って調整をしていきます。さらにね、この上から貼り付けてマスキングのサイズ調整を行っていきます。ではね、ランディングギアのハッチとか、あとその他アクセサリーをね、取り付けていきます。それでは並走の制作を始めたいと思います。バージョン A、B、C と分かれてまして、今回はね、こちらの A タイプのもので制作を進めたいと思います。
はい、塗装はタミヤのファインサフェーサーグレーを使います。はい、並走の塗装はね、まず基本は AS26 で塗装します。はい、次は LP38 のフラットアルミで使います。はい、次はオリーブドラムを塗装します。はい、次はですね、フラットホワイトです。はい、最後はね、XF24 で塗装します。はい、仕上げを筆差しで塗装していきます。ではね、次は並走のですね、デカールを貼り付けていきます。はい、並走とハードポイントが終わりました。いやー、なかなかいい出来ですね。はい、もう並走の方が制作終わりましたので、今日はね、これからこの辺のハードポイントとかをね、このそれぞれのこの主翼に、くっつける作業と、で、あと実際ね、これらのこの並走たちをこのボンベイの中にこう設置していく作業を始めていきたいと思います。並走の取り付けが終わりました。結構綺麗についたんじゃないかな。思った以上にね、ちゃんと収まりましたね。いよいよね、キャノピーの方の制作に取り掛かりたいんですが、やっぱりね、よく見ると、ちょっと傷がね、ところどころに入っちゃってるんですよね。ちょっとね、簡単に今、ホコリを落としてみますけど、もうこの時点で、この辺とかね、
線傷が結構入ってます。あとは表面だとこの辺がやっぱ一番ひどいのかな。裏面はねちょっと表面を磨きかけてからじゃないとわからないんですけど、あとちょっとこの辺も線傷入ってるんですよね。なのでとりあえずね全体的にこの表面を磨きをかけて、で裏面にね傷が入ってるかどうかを確認していきたいと思います。まずはですね、1000番のスポンジヤスリで円を描くようにして表面を磨いていきます。コンパウンドで磨きをかけていくんですけど、まずはタミヤの粗めですね。で、その後に細めをかけて、で、仕上げ目をかけた後に、この長谷川のね、セラミックコンパウンドで仕上げていきます。はい、次は細めのコンパウンドをかけていきます。はい、じゃあ次ね、コンパウンドの仕上げ目ですね。最後にね、このセラミックコンパウンドをね、かけるかかけないかがね、結構大きい差が出てくるんです。で、このね、セラミックコンパウンド結構粘度がね、低いので、こういうね、スポンジかなんかに取っといて、こうやってね、流動性が結構あるんですよね。で、表面にね、こうやって、まんべんなく叩きつけるようにして塗布していきます。はい、磨きがね終わりました。もうねこの上の方にあった傷もなくなりましたし、でこっち側だったかな、裏側のねここにも線傷があったんですけどなくなってますね。でこの辺にもあったんですけどもう消えてますね。はい、だいぶ綺麗になりました。でね、この後塗装の方とかをねかけていきたいと思います。塗装の前にねマスキングをするんですけど、マスキングはねこのオプションで仕入れたこちらのマスキングシートを使っていきます。これよく読むとね、こちらにアウトサイドとインサイドがあるんですよね。で最初に取り出したこちらのマスキングシートはどうもねこの内側に貼っていくみたいですね。でなので今ねこの内側の部分に貼り付けてます。はい、内側のねマスキングが
終わりました。で、次ね、表面をやりたいと思います。はい、外側もね、マスキングテープをこの外枠部分だけ貼り付けたんですけど、一応このね、説明書によると、ここをね、リキッドマスクをつけなさいということになっているので、これからね、マスキングコート、こちらを使っていきたいと思います。キャノピーの塗装を始めるんですが、指定色だとね XF24 なんですけど、ちょっとこれねラッカー系の塗料に変えたいんで、近い色でミスターカラーの331番ダークシーグレーで塗装します。キャノピーのこの表面と、あとね機体の下にくっついているこのセンサーのレンズですね、こちらの方は指定色のね AS28 ミディアムグレーで塗装します。では今からねキャノピーに直接こういったね部品を取り付けていくんですけど、もう塗装も終わってますし、透明の部品なんで、万が一ねこのセメダインとかで接着してしまうとプラスチックをね侵して汚くなってしまう可能性があるので、この場合はですね、エポキシ接着剤で接着していきます。この後ねフィギュアを乗せる兼ね合いで、このねキャノピーを本格的に留めるのはちょっと後回しにしたいと思います。一応ね仮組みをしてみたんですけど、いやなかなかいい感じで仕上がったんじゃないですかね。もうね機体の方はだいぶ出来上がってるので、今日はですねこの辺りのねこの辺の細々としたね部品の取り付けの方と、あとこちらの方のねフィギュアの製作に取り掛かりたいと思います。はい、ではねいよいよフィギュアの製作を始めます。ちょっとね腕とかの周りをつけてしまう前に一旦この姿でね、機体の方に乗せてみたいと思います。一応なんかこの辺になるのかな、ちょっとステップの上に乗っけてこんな感じでつきますね。で腕の調整を必要かどうかちょっと見ていくんですけど、ちょっとね微妙に手が短いかな。で一応これで綺麗に収まったんですが、このね一番上のこのステップをね元の位置からちょっと外して下げようと思います。この辺りですかね。はい、今ねここにちょうど両面テープをつけました。でこの状態で乗るはずなんですよね。ここかな、こんな感じでフィギュアが乗っかります。
でちょっと試しに今キャノピーをつけてみましょうか。でキャノピーがこれで接触しなければここで大丈夫なんですけど、ちょうどここですね。はい、大丈夫そうですね。ではフィギュアはこの状態で今度塗装の方をしていきたいと思います。なんとかね、フィギュアの塗装が終わりました。フィギュアの塗装ってね、結構苦手なんですよね。はい、今回のね、動画はデカールの貼り付けを行いたいと思います。で、あとですね、デカールが終わったら、キャノピーをつけたりとかですね。あとちょっとなんか、この辺のピトー管だったりとかの取り付けも残ってますので、そちらが終わってから土台に設置してフィギュアを配置させたら完成となります。はい、では垂直尾翼を取り付けていきます。はい、ではピトー管を取り付けます。はい、一通りこれで完成なんですけど、この表面のねテカリ具合だったりとか、あとデカールがついてるところのあたりとかのね、この光沢具合がちょっと変わってますので、艶消しのねスプレーで表面を塗装していきます。はい、艶消しはね、こちらのミスターホビーのスーパークリアの艶消しを使うんですが、こちらのラッカー系のスプレーになりますので、あまりね塗膜をこう厚く吹いてしまうとデカールが溶け出す恐れがありますので、ちょっとね様子を見ながら軽めにかけていきます。それではね、キャノピーの方を取り付けていきたいんですが、その前にね、前回作りましたこのフィギュアの方を乗っけていきます。はい、パソコンで印刷してこんな感じのアイテムを作ってみました。ちょっと今からねこれを機体に取り付けていきたいと思います。はい、それでは最後にもう一体のねフィギュアの方を、設置したら終わりです。どの辺がいいかな。はい、この辺りですかね。はい、できました。終わりました。いやー、なかなか大変でしたが完成です。完成しました。はい、結構いい出来ですよね。フィギュアもねよく収まってると思います。
ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは私が作りたいと思うプラモデルの制作過程を配信しています。何かリクエストがあればお気軽にコメントをしてください。Twitter や Instagram もございますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。気に入っていただけましたらいいねボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。